Good morning, I love you. Good morning. 怪獣。マジかよ。どこだよ。どこにもいねえじゃん。だからウルトラマンティガなどというわけのわからん存在に頼り切ったガッツはダメだというんだ。 TPC もガッツも軍事組織としてあまりに中途半端だ。半年くらい前にヨーロッパから赴任してきた参謀の話なら聞いたことありますよ。その人じゃないのかな。すごいエリートで若いのに情報局の実権握ってるんですって。はい、お大事に。ありがとうございました。今頃花粉症ですか？すごいでしょ、でもまゆみちゃんいろんなこと知ってるよね。ここいろんな人が来るから。そういえばこれも情報局の人に聞いたんですけど、今すごいんでしょ、幻の怪獣の噂。幻の怪獣？ええ、聞いてるわ。それならなんで調査を進めないんですか？一応刑務局に調査を依頼しているわ。でも文字通り幻なのよ。見たという人はいても物的証拠は全くゼロなの。それに被害もね。まあそんな程度やったらガッツが出るまでもないわな。まあね、余計な不安は煽りかねないし、今の時点で私たちは動かない方がいいと思うの。錯覚に決まってますよ、そんなの。あら、どうしてそう言い切れるの？何も痕跡なかったわけでしょ。こっちのデータだって何も出てないし。でも目撃者の証言はかなり一致してるわ。カゲロウの中に現れてすぐ消えてしまう。カゲロウっちゅうのが逆に引っかかんな。空気中で光の屈折が起きてたわけやから、どっか遠くの景色や物体が反射して見えてもおかしくない。蜃気楼ですか？しかしそれならどっか遠くに怪獣がいたことになるんじゃないのか。お前ほんまにアホやな。何を？そやから映り込んだ建物やなんかを怪獣と錯覚したんちゃうんかって言うてんねん。お前アホとはなんだ、アホとは。でもみんながみんな怪獣と錯覚するのはちょっと変じゃない？みんな疲れてるんじゃないのかな。え？きっとそう。平和に慣れた生活が続いていたのが急に今みたいな状態になって。疑心暗鬼を生ずですか？やっぱり私たちは慎重に動くべきね。これ以上余計な不安を煽らないように。はいはい、伝えます。隊長、辰村参謀がお呼びです。辰村参謀？どうぞ。どうもお呼び立てして。ご無沙汰続きで申し訳ありません。まあお互い忙しい意味ですから。でどうです、ここのところ。は？噂は耳にしてるでしょ、怪獣出現の。ご存知でしたか？
ご存知も何も噂を流したのは我々だから。驚いた。まあ驚くよな、普通は。でもしかし何のために？これは？そう一月ぐらい前かな。デスモンとかいうコードネームの怪獣が出てきた時の映像だよ。幸いティガの力は借りずに済んだが、その時の戦いも苦しかったはずだ。ええ。だがその苦戦の原因は怪獣よりむしろ群衆のせいじゃなかったのかな。群衆のパニックによってね。なぜガッツの指示に従えないのか、なぜもっと統制の取れた行動ができないのか。失礼。つまり私は大衆が怪獣という言葉一つでどう反応しどう動くかというデータが欲しいんだ。これだけ怪獣が実際に現れているんです。その時点でのサンプリングも可能なはずです。やってはみたよ。だがどれも反応が過剰すぎてまとまったデータにはならない。強制的な大衆統制をしたいのですか？それではまるで。待ってください。 TPC もガッツも決してミリタリズムに走ってはい私だ。よし、分かった。今がいい時期だろうな。また怪獣出現の情報が入ったそうだ。そろそろ仕上げとしてガッツにも調査に動いてもらおうか。噂に一層の真実味を加えるためにね。それは命令ですか？そうそう。このことは隊員たちにも黙っていてほしい。トップシークレットってやつだ。そんな、なぜ？だってデマとしていい加減な調査をしてもらっちゃ困るじゃないか。敵を欺くにはまず、いやこの場合はおかしいか、これは。私は隊員たちを信頼しています。そんなことは。入間隊長、これも命令だ。怪獣が出たのは確かにこの辺なんですね。そう、本当間違いないって。しかしやっぱり怪獣いるんですか？今のところは何とも。でもガッツが出てくるぐらいだから何もないってことはないでしょ。やっぱりポイント F6 特に異常はありません。ポイント D27 異常なし。こないな大掛かりな捜索はかえって人騒がせなだけとちゃうんか。急に人が変わったみたいになって隊長なんか変やん。失礼だぞ堀井隊員。そやけど今度の怪獣騒ぎ全く根拠ないやろ。信じられるか？失礼だぞ堀井。明日も続行ですか？しかしもう少し捜索してみたいの。何か発見できるかもしれないわ。了解。隊長もお疲れだな。どうした？怪獣が。間違いなく見たんです。この目でしっかり。やっぱり。おいおい、いくら大悟の言うことだからって簡単に鵜呑みにするなよ。一日中どんな小さなデータもインプットしたけど何一つリンクできる情報はないし、この怪獣が実在するとは僕には考えられません。
隊長、正直私も迷ってます。調査を続ける根拠を教えていただけませんか？今の調査はいたずらに人々の不安を煽っている。例の計画ですが、本当に噂を流しているだけなんですか？どういう意味ですか、それは。つまりその怪獣の姿を各地に投影しているんではないかと。例えばホログラフィーか何かでまあ確かにそこまでやれれば一層の効果はあるな。だが残念ながら予算がなくて。まあ明日あたりからは少し情報を流す範囲を広げようとは思ってますが、なぜそんなことを聞くんです？まさかあなたまで怪獣を見たなんて言うんじゃないでしょうね。おはよう。遅くなったわ。隊長、さっきから通報がひっきりなしです。やっぱり何かありますよ。偶然の範囲を超えてます。刑務局のパトロールが出ていますが。錯覚ですよ。いや、錯覚にしたってそれを起こさせる何かの存在がきっとあると思うんです。そうよ、そうじゃなきゃ。だけど調査結果だって見落としたってこともあるわな。さっきまでお前疑ってたじゃないか。進歩するのは人間や。待って待って。どうしたんですか、隊長。みんな聞いて。怪獣はいないわ。全部 TPC が作り上げたデマだったの。それに人々が踊らされ怯えさせられた。それを知っていて私は。そんな。俺たちも一緒に。ごめんなさい。ポイント G14 に怪獣出現。もうええって。どうせ手間や。辰村参謀のところに行ってくるわ。いや、今映像が出ます。街を破壊しているんです。こいつだ。右前方に怪獣発見。まだポイント G14 じゃありません。こちらも発見。間違いない。怪獣よ。怪獣は2匹いたのか。大悟、レナ先に行け。こっちはまずこいつを倒す。了解。了解了解。攻撃します。うわっ、そんなはずは。まさかあいつは幻影。そうとしか思えません。あれは怪獣が作り出した幻です。実体はおそらくもう一体の方です。我々も G14 に向かうぞ。了解。多分今までみんなが見ていた怪獣もこの幻だった。一体何のためにこんなことを。あいつは目的を果たしているわ。
ません。うわっ、危ない。ここから出るんだ。大悟は？おい、新庄。衝突。幻やないんか？実態と幻影が入れ替わった。ウルトラマンを援護する。クソ、これじゃ下手に攻撃できない。あれはガッツウィング。ティガ、教えて。この怪獣はなぜ現れたの？愚かなことを考える人がいるから。怪獣は醜い心に誘われて生まれてくるの。隊長、まさか。実態と幻影をティガに教えようとしてるんだ。むちゃや。隊長、やめてください。隊長、聞こえてる？私はみんなを裏切った。これが実態よ。受け取るわけにはいかんな。お願いします、総監。ガッツは君を必要としてる。いいえ、一度失った信頼は。自分が作り上げたチームを信じろ。こんなことで信頼関係が崩れるチームじゃないはずだ。辰村参謀は何らかの処分を受けることにはなる。有能な男だったが行き過ぎた。興味深い報告が届いている。辰村がデマを流した地域からはほとんど噂は広がっていなかった。彼の計画は失敗していたんだ。そう、人々がやすやすとデマに踊らされるほど愚かじゃないとはっきりと分かったわけだ。立派な収穫だと思わないか？やあ、
今参謀室から引っ越しですよ。今回偶然怪獣が出たおかげで私の計画は。偶然？あれが偶然だったとはどうしても私には思えないの。怪獣は誰かの心が生み出すとは思わない？誰かって誰？誰ということではなくて、人の心の弱さが。だとしたらこの戦いは永遠に続くのかね。困ったもんだ。堀、座標を確認しろ。アホ、俺に命令すんな。これだよ、勝手に出ていくな。待っていました。隊長がいないとまとまらなくて。ただいま。堀井隊に監視衛星のデータと照合して正確な座標を出して。了解。矢住隊に警告信号を全てのパターンで送信。了解。第5隊は1号機、レナ隊と新庄隊は2号機で偵察。はい。ガッツは戦わなければならない。愚かではないけれども、決して強くもない大勢の人々を守るために。超能力者ゆえに大悟の正体を見抜く男、桐野真紀夫。彼はあるゲームを大悟に挑むが、次回ウルトラマンティガ背景ウルトラマン様、お楽しみに。人間だ。